私たちは今ルクソールに来ています。ここは世界最大級の野外博物館と言われています。ナイル川を挟んで東岸と西岸に見どころが分かれていて、一日で両方を見るにはかなりの駆け足になってしまいます。新王国時代には首都がここにあり、テーベと呼ばれていました。新王国時代とは紀元前1570年頃から紀元前1070年頃のことで、エジプトが再統一された時代です。最盛期に人口は約100万人にも達したと言われています。ではここで問題です。この町が当時栄えたのはなぜでしょうか。1、アジアから離れていて敵に侵入されにくかった。2、ヌビアとの交易によって栄えた。3、下エジプトでは奴隷だったイスラエル人が脱出し、下エジプトの勢力が衰えたから。4、戦争での多くの略奪品によって潤ったので。さて、答えはどれでしょう。皆さんどう思われますか。では一つずつ解説します。1番目のアジアから離れていて敵に侵入されにくかったという点ですが、ルクソールは確かにカイロから南に約500キロ離れた場所にあります。この地は海からもアジアへの陸の駆け足からも遠かったので、それらの方面からの攻撃を受けることなく十分保護されていました。2番目のヌビアとの交易ですが、ヌビアとは今のアスワンからスーダンにかけての地方の名称で、ここは金や鉄、銅などの鉱物資源に恵まれています。カルナック神殿、ルクソール神殿などの建設資金はヌビアと東部砂漠での金発掘によって賄われたと言われています。3番目の点は非常に興味深く、また今後歴史家の解明が楽しみな点です。聖書によると、紀元前1513年頃にイスラエル人がエジプト脱出したこと、その際神様は10の災いを降らせたこと、ファラオとその軍勢は最後に紅海で溺れ死んだことが記されています。その結果、下エジプトの政府は非常に弱体化し、権威を失ったため、上エジプトの王家がその機に乗じて優位に立ったのかもしれません。ちなみに上エジプトとはナイル川の上流にあった王国で、下エジプトは下流側で今のカイロからアレクサンドリアにあった王国を指しています。いずれにしてもこの時期にかなりの大改革がなされた形跡があります。ヒクソスというシリア・パレスチナに起源を持つ人々の集団が聖書の述べているエジプトの支配者となったヨセフ、またモーセと関係しているのか興味深いところです。この謎に包まれたヒクソスについてはまたいつか考察してみたいと思います。4番目の点として、エジプトの戦利品の多くがアモンの宝物庫に収められていたので、アモンの神官たちは非常に強力な権力を得、とても裕福になりました。ある学者は、神官たちは自分たちの益のために実際には戦争を奨励していたのかもしれないと考えています。いつの時代でも宗教が戦争と関係しているようです。ということで答えはすべて正解です。他にも反映した要素があるかもしれません。しかしこの町は徐々に衰退していくことになります。西暦前7世紀には
アッシリアの王がエジプトに侵略し、多くの財宝が徹底的に略奪されました。聖書のナホム書では、ニネベの町の滅びを霊唱するものとしてテーベの荒廃に言及しています。またエゼキエルとエレミヤという預言者は、バビロンのネブカドネザルによってこの都市が滅ぼされることを予告していました。ここに来ると平家物語の一節が思い起こされます。溺れる者も久しからず、少女必須の断りを表す。古代の都市テーベの繁栄の様子をご自分の目でご覧いただければと思います。進行方向に向かって左に目を向けるとナイル川が見えてきました。古代から現代に至るまで、このナイル川はエジプト人にとって絶対になくてはならないものとなってきました。ナイル川がなければエジプトは存在さえしなかっただろうと現地のガイドは言っていました。聖書によると、神様はイスラエル人を去らせるために10の災いをもたらしましたが、その一つにこのナイル川の水が血に変わるというものがあります。当時の人たちがそれを見てどれほど慌てふためいたか想像することができます。このナイル川についてはまたアスワンダムに行った時に紹介したいと思います。以上、ルクソールの紹介でした。馬のひづめを聞きながらしばしナイル川ほとりの様子をお楽しみください。馬車の上からは以上です。番組登録よろしくお願いします。ブログもぜひ応援してください。